ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。この動画は濃いめのガンダムオタクレ夢ムと、ライトユーザーのマリサがガンダムを解説していく動画だぜ。なるべくガンダムに興味がない人でも興味を持ってくれるような、そんな動画を目指しているわ。ぜひガンダムを好きになってほしいんだぜ。高評価とチャンネル登録もよろしくね。さて、いよいよ先行のハサウェイの配信も始まったことだし、今回はちょっと趣向を変えるわ。題して、先行のハサウェイから入った人向け。次に見るおすすめガンダム紹介、よ。ほう。ランキング形式ではなく、先行のハサウェイのどこが好きになれたのかに応じておすすめ作品が違うわ。前半は、作品のストーリーが好きになった人向け、後半は、ハサウェイをはじめとする作品のキャラクターが好きになった人向けに作品を紹介していこうと思うわ。さて、というわけで前半戦。先行のハサウェイのストーリーが好きになった人向けのガンダム作品を紹介していくわね。私の思う、先行のハサウェイ、ストーリーが気に入った人向けのガンダムは、この2作品よ。根拠を知りたいんだぜ。そうね、まずはこちら、機動戦士ガンダム00をふわっと解説するわね。まあ、簡単に言うと、ライト版先行のハサウェイって感じかしらね。ライト版。いや、ある意味だとヘビ版かもしれないけども。どういうことなんだ？ハサウェイって、テロリストじゃない？まあ、そうだな。マフティって最新のモビルスーツを使えるテロ組織じゃない？まあ、そうだな。ガンダム00の主人公もとんでもない性能のガンダムを使うテロリストで、主人公のいる組織もテロ組織なのよ。つまり、ざーっと見たラインというか、目的というか敵というか、立ち位置というか、そこら辺もろもろが、先行のハサウェイから入った人には結構スムーズに作品の中に入れるんじゃないかなって思ったの。その上で、ちゃんと主人公たちの組織も、やってることも、おかしくない？矛盾してない？って作中でも結構突っ込まれてるから。あと、作画も動きも良いから、結構楽しめるとは思うわ。一応スペシャルエディションって言って、アニメ全話を3部作にまとめたものはあるけども、できれば TV 版を見てほしいっていう欲はあるのよね。全話で何話になるんだ？50話よ。それプラス、物語の完結となる劇場版があるから、24分 ×50 話プラス劇場版120分だから、1200分プラス120分だから、全話見るのに22時間かかるわね。普通の人はたかがアニメにそんな時間を使わないんだぜ。おっしゃる通りだと思うわ。なのでスペシャルエディションなら、1作目が1時間30分、2作目が1時間50分、3作目が1時間30分、映画と合わせても、6時間50分で済むわ。それでも十分長いんだぜ。なので、1作目、2作目、3作目、劇場版と、ゆっくり見てくれれば、多分、きっと面白いから。どんなストーリーになるんだ？そうねー。ネタバレは避けたいけども、そうねー。よし、主人公たちの過去だけ、ネタバレだけど解説しようかしら。さすがに、見ろ面白いからでは不親切だと思うし、その代わり、ストーリーのネタバレはしないわ。あくまでも、作中の中盤あたりで明かされる、主人公たちの過去だけよ。では、過去は思いっきりネタバレで語るけども。ではまず、主人公の彼、刹那 F 精鋭君よ。すっごい名前だな。本名なわけないでしょ。偽名というか、コードネームよ。ハサウェイに対しての、マフティみたいなもんよ。彼の本当の名前は、ソラン・イブラヒム君よ。過去のヤバさでは、多分ハサウェイ超えてるわ。幼少期にテロ組織に洗脳されてね。自分の手で、両親を銃で殺害しているわ。しかも、母親にどうしてと問われながらも、その母親をまっすぐ見てとどめさしてるから、やっべえトラウマだと思うわ。それで多分ソラン君も、もうぶっ壊れちゃった人なんだと思うわ。何が悪かったのかと悩んで、すっごいお手軽な理屈にすがっちゃったのよ。世界が悪いって方向にね。だからこれ、ある意味では、マフティよりも理屈がめちゃくちゃで、よりおかしなことをやってるのよ。その理由は物語の中でちゃんと説明されるから、ぜひそこは作品を見て楽しんでほしいわ。ちなみに、もう一人だけ、ストーリーではなく主要人物の過去をネタバレしておくわね。彼の名前は、ロックオンストラトスよ。変な名前。偽名に決まってんでしょが。本名は、ニール・ディランディよ。ソラン君たちって、まあみんなトラウマ抱えてたり出自やばかったりで、チームの中全然良くないのよ。そんな中で、彼、ロックオンことニールだけは、みんなのリーダー的存在というか、兄貴分みたいな感じで、ソランのこととかも結構気にかけてくれてるんだけど、ニールはね、幼い頃に両親と妹を、テロリストに殺されてるのよ。ちなみにやったのは、ソラン君がいた組織よ。さあ、どんな物語になっていくのかしらね。興味を持ってくれたのなら、ぜひ彼らの物語を辿ってあげてほしいわ。機動戦士ガンダム00、何とぞ、よ。さてお次。こちらもストーリー好きになってくれた方向けなのだけど、機動戦士ガンダム F91 のふわっと紹介ね。さっきのガンダム00とは違って、共通点的なものはほぼないけども、
ハサウェイの世界の約20年後の話なのよ。舞台は先行のハサウェイとは全然違って、コロニーで、しかもど田舎で、とかなり差はあるけども、先行のハサウェイを見てある程度の用語や知識を理解してくれたのなら結構楽しんでもらえるかなと思うのよ。ちなみにこれは、劇場版1本よ。120分、つまり2時間で完結で楽しんでもらえる、と思いたいわ。あと、地球連邦はさらにダメになってるわ。ハサウェイの頃よりも、さらに長い平和な時代が続いたこともあって、グスタフやら何やらなんて目じゃないくらい、連邦はひどいことになってるわ。あとこれは余談なのだけど、ど田舎のコロニーって言ったじゃない？つまり、ここに配備されてるのはグスタフとかじゃなくてジェガンがメインよ。先行のハサウェイでは、ほら、民衆に機関銃ぶっ放してたり、火事の消火作業をしてたモビルスーツよ。古すぎるんだぜ。そうね。ただ一応回収をめっちゃ繰り返した結果、パワーこそグスタフに劣るけど、速度とかは2倍近いわ。それが、10年平和だった時代の、ど田舎に配備されてるわけだから。まあ、十分だとは思うわ。ちなみになのだけど、敵が使うモビルスーツは、量産機の時点で普通に性能 CG もペーネロペイも超えてるわ。さすがにミノフスキーフライトとかは搭載してないから、音速超えとかはないのだけども、多分もう、CG やペーネロペイでは勝ち目ないレベルだと思うわ。パワーはもう敵量産機が上だし、狭いコロニーの中で音速なんて出したらすぐ壁にぶつかっちゃうから、意味がないとは言わないけど効果少なそうだしで、そんなヤバい敵モビルスーツたちが、回収したとはいえ時代遅れのジェガンがいるコロニーを襲うのよ。さあ、どうなるのかしらね。最高速度こそ劣るだろうけども、CG、ペーネロペイを超える大量の敵モビルスーツが、ジェガンたちを蹂躙していくのよ。どうなるのかしらね。どうするのかしらね。ちなみに敵側が掲げる理想とか主張は、またなんかぶっ飛んでるし難しいから無視してよいわ。とはいえさすがにそれだと不親切だと思うから、また雑に、ふわっと解説すると、民主主義ってもうダメじゃない？貴族主義にしましょうや、選ばれた者が世界を統治しましょう。ちなみにその選ばれた者とは、私たちのことです。っていうのが敵の掲げる思想とか理想ね。なんか、もやっとするんだぜ。そうね。それが今作の敵よ。ぜひ楽しんでほしいのだけども、ガンダム00と違って、逆に話が短すぎて、ちょっと感情移入できる前にどんどん物語が進んでっちゃう感じはするわね。ちょっとキャラの見分けつかない時もあって。まあだから、先行のハサウェイというか、ガンダムを興味持ってくれた人向けとしての紹介なのだけども、ちょっぴり自信ないわ。なので、時間があればガンダム 00TV 版50は見た後に、その続編であるガンダム00劇場版を見てほしいわ。そして、さすがにそれは厳しいなって思ったら、TV 版を3つにまとめたスペシャルエディションの1、2、3、その後に劇場版ガンダム00を見る感じで、さらに時間がないという方には、F91 ってことで、どうかしら？私はどっちも好きなのだけどね。まあそんなわけで、先行のハサウェイのストーリーが気に入ってくれた人には、たっぷりと時間をかけても良いって人は、ぜひガンダム00シリーズを。さすがにちょっとそんな時間は取れないなって人は、ガンダム F91 が、おすすめよ。さて、そんなこんなで次は後半戦。先行のハサウェイを好きになってくれた人向けの作品よ。まあこれはもう、分かりきってることなのだろうけども、この2作品、よね。直接つながりがある作品なんだぜ。ちなみにこの間に、2作品時系列的にはあるのだけども、そっちは別に見なくてよいわ。間の作品も私結構好きなんだぜ。好きとか嫌いとかじゃないの。その2作品はハサウェイ要素が薄いのよ。いやそれ言い出したら、片方はハサウェイの影も形もないんだぜ。そうね。でも、ハサウェイのお父さんとお母さんの馴れ初めがこれでもかってくらいがっつり書かれてるのよ。つまるところ、この2作を私がおすすめするのは、ハサウェイのご両親ってどんな人？って話と、ハサウェイがああなった直接の理由を知る旅みたいなものよね。どっちから見ればいいんだ？どっちでもよいわ。無責任では？そうでもないのよ。特にこれは、先行のハサウェイから入った人におすすめするものでもあるから、そもそも時系列的には、後から見ちゃってるのよ、すでに。つまり、先行のハサウェイの記憶が鮮明に残ってるうちに、直接繋がるこちら、逆襲のシャアを見るのは、まるで時間を少しずつ遡ってるような楽しさがあると思うし、ファーストガンダムから見るのも、もう一度時間を最初からゆっくりと辿る楽しさもあるのよ。そしてその感動は、楽しさは、一度しか味わえないの。先行のハサウェイ、逆シャア、ファーストと見てからもう一度先行のハサウェイを見るか、先行のハサウェイ、ファースト、逆シャアと見て、もう一度先行のハサウェイを見るか、この楽しさは一度しか味わえなくて、そしてどのやり方でも多分最高に楽しいと思うわ。まあ、軽く内容も紹介しようと思うのだけど、こちらは、いわゆるファーストガンダムと呼ばれる作品で、私たちのリアルの歴史的にも、アニメの世界の設定的にも、一番最初のガンダムが登場した作品よ。
アニメでもかなり親切に設定を教えてくれているし、本当に素晴らしくて、本当に楽しくてワクワクする作品なのだけど、どうしても、今となっては避けられない大きな欠点を挙げるとするのならば、40年前の作品、ということよ。何がダメなんだ？さすがにちょっと、古臭いのよ、絵が。でもそれで避けるのはもったいないくらい、本当に素晴らしい作品なの。これだけは信じてと頭を下げるほかないわ。ちなみに作品の中での時代設定的には、先行のハサウェイの宇宙世紀105年から26年ほど昔の話よ。先行のハサウェイとの共通点としては、ハサウェイは、宇宙にみんなで出よう。例外はないからな。って思想で戦ってるじゃない？で、ファーストガンダムでは、その宇宙に上げられた人たちの一部が、俺たち独立国家を作るわ。ってなって、地球連邦が、ダメですって言って、宇宙側が、じゃあ戦争ねってなった感じよ。ほう。なら、地球 VS 宇宙なのか？違うわ。実はその宇宙側、ジオン公国って言うんだけど、宇宙移民者のために戦うぞ。って言いながら、自分たちに従わない宇宙移民者を山のように殺してるわ。は？地球もボロボロにされて、地球と宇宙の総人口の半数が死んだわ。半数って？具体的に言うと、55億人ね。多すぎなんだぜ。ちなみに、私たちの現実世界の今の総人口は78億人だから、まあ、想像を絶する感じよね。ちなみに、ジオン公国が地球に落としたとあるもののせいで、とんでもない大津波が発生して。まあ、日本人ならその被害のおぞましさは、骨身に染みていると思うわ。位置的に、日本もアメリカも、太平洋に面する国々は全部被害を受けたはずよ。そして、地球連邦とジオン公国の戦争は膠着状態になって、8ヶ月が経って、そこから、最初のガンダムの物語は始まるの。ぜひ、戦いの中で苦心し、成長していくハサウェイのお父さんとお母さんの馴れ初めと、あとついでに主人公のアムロレイを応援してあげてほしいわ。ついでて、そりゃハサウェイ好きからしたらついでよ、そんなもんよ。ちなみにこれも例によって、本当は TV 版43話を全部見てほしいのだけども、やっぱり、問題は時間よね。全部見るの27時間ってとこかしら。長すぎるんだぜ。なので、これも例によって、劇場版3部作があるので、そちらも十分すぎるほどおすすめよ。1作目が137分、2作目が134分、3作目が141分だから、だいたい7時間ってところかしら。長いんだぜ。そうね。だからこの際、ファーストガンダムは劇場版だけで良いわ。本当はもちろん TV 版も見てほしいのだけど、TV 版だけの、すっごい良い話とか辛い話もあるのだけど、ファーストガンダムは、劇場版の出来も素晴らしすぎるのよ。なので、1作ごとで良いので、ぜひ7時間をガンダムにいただきたいわ。先行のハサウェイを楽しんでもらえたのなら、きっと後悔はさせないはずだから。そしてもう一つの作品が、逆襲のシャア。ハサウェイの運命を、決定づけた作品よ。こちらの作品は、そうねあえて説明はなしで良いかもしれないわ。だって、すでにハサウェイを好きになってくれているのだもの。ハサウェイを追いかけて、そしてクエスを知って、一緒に地獄を見ましょう。一応、一つだけ言っておくと、あの時、あの瞬間、クエスがいなければ、ハサウェイは一緒に殺されていたわ。相手に、その気がなくてもね。そしておそらく、宇宙世紀でハサウェイをはるかに超える最強のパイロット同士の戦いを、堪能してほしいわ。というわけで、今回の動画はここまでかしらね。次回はどうするんだ？せっかく他の作品も紹介したのだから、ぼちぼちガンダム 00 や F91、ファースト、逆シャア解説もしていきたいのだけど、コメントにメッサーの解説の追加や、地球連邦のリクエストがあったり、配信された先行のハサウェイを、じっくり解説とかもやってみたくて、ちょっと色々よね。そんなわけで、今回の動画はここまで。もしよければ、チャンネル登録とグッド評価ボタンを押してもらえると、とっても嬉しいわ。よろしくなんだぜ。それでは、ぜひまた見てね。またななんだぜ。